14、宇宙は広大です。私たちは小さな体で、どうやってこの巨大な宇宙の中心になれるのでしょうか。答え、無神論者は誤った仮定を立てて、こう言います。宇宙は広大なので、人間はこの宇宙の中心ではないのです。この仮定は、次の前提に基づいています。農場は広大で、その所有物は農場に比べて非常に小さいので、次の通りです。彼は所有者ではありません。全然サイズじゃないですよ。物質的な大小を伴わない道徳は、最も偉大な人々と最も卑劣な人々を区別するための最大の基準である。人は自分の道徳によって測られます。サイズの問題は標準ではありません。この例を考えてみましょう。もし私たちに王がいて、その王が息子にいくつかの戒めやアドバイスを与え、それについて本を書いたとしたら、反対者が名乗り出てこういうことができるでしょうか。何百万エーカーもの広大な土地を所有する王が、どうしてそんなことができるだろうか。無限の土地が、大きさも体重も人間と同じではない息子のことを気にかけていますか。この王が所有する土地と、エーカーの100万を、そして神は、の最高の模範です。そもそもこれは合理的な反論なのでしょうか。問題は大きさでも重さでもない。それでは、世界中のすべての物理学者が判断しているように、この宇宙はピンの頭の数十億倍も小さい点から始まったのではないでしょうか。したがって、サイズは相対的なものです。では、もし神が望むものを神の望む方法で創造したとしたら、無神論者にどんな害があるでしょうか。神は資源が不足しすぎて、必要なだけ冷やすことができないのでしょうか。アッターはそれよりもはるかに偉大な方です。しかし、私たちは本当にこの宇宙の中心なのでしょうか。そう、あなたは神からの割り当てによるこの宇宙の中心です。神からの義務は宗教です。宗教はあなたが背負ってきた信頼であり、あなたに求められる最大の試練です。あなたは全能の神を崇拝する必要があるので、あなたはこの宇宙の中心です。あなたは大きさ、強さ、能力によってではなく、神からの割り当てによってこの宇宙の中心です。あなたは善を行い悪を捨てることができます。信仰と不信仰が可能です。好むと好まざるにかかわらず、それが高価であることは誰もが知っています。無神論者、信者、不価値論者、誰もが自分には義務があること、神からの義務を感じていること、道徳的良心の痛みに苦しんでいることを知っており、自分の心の中で、やるべきこと、やるべきでないことを善を行い悪を行うべきではないことを知っています。私たちはみんな、彼が必要とされていることを心の底から知っています。定義上、私たちはこの宇宙の中心にいます。私たちは認識的にも認識的にもこの宇宙の中心にいて、自分の存在の真実と周囲の宇宙の真実を認識し、理解し、推論し、自分の存在の意味をよく理解しています。私たちは要求する側であり、受け取る側であり、責任を負う側です。私たちは注意深く準備することの素晴らしさを認識している存在であり、私たちは熟達していることを認識している存在であり、私たちは自分に課せられたことを遂行できる存在であり、あるいはその任務を信じていなくても、私たちは十分な能力を持っています。選択によって、私たちは信じることも信じないこともできます。確かに、我は天と地と山々に信託を捧げたが、彼らはそれを拒否し、恐れた。そして人はそれを担った。確かに、それは影だった。無知な人もいる。72スーラールアザブ。15、無神論者の中には、惑星はたくさんあるので、確率論によれば、その中に生命に適した惑星が存在するのは当然だ、という人もいます。この推論は正しいでしょうか。回答、多くの惑星の存在は、熟練の証拠を批判することとどのような関係がありますか。問題は原材料ではない。
野菜や果物、動物たちがたくさんいる森にいるからといって、森の真ん中で突然、美味しい料理が入った鍋が目の前に現れるわけではありません。問題は原材料じゃない。また、世界中の砂漠で砂が入手できるからといって、砂漠のどこに、でも砂から作られたデジタルプロセッサや電子チップが私の周りにあるというわけではありません。問題は原材料ではありません。事例を作成し、習得したノウハウ。惑星のグループが存在するだけでは、地球のような完璧な惑星がその中に現れるには十分ではありません。問題は熟達、創造です。すべてのものを完成させたのは神の働きです。88スーラ・アンナムル。他の多くの惑星の存在は、地球上の生命の存在を全く正当化するものではありません。他の惑星の存在は、あなた自身が存在する前に、あなたのすべての機能、器官、ホルモンを驚異的な精度で制御する40億文字からなるの内部の遺伝コードを正当化するものではありません。人生は基地であり、重要ではありません。無神論者と私が惑星に乗り込み、驚くべき精度で動作する複雑な装置を発見した場合、たとえその機能をまだ理解していなかったとしても、地球が大きいという理由だけでこの装置の製造者を否定することができるでしょうか。恩ですか。この装置を見たとき、私たちと無神論者は、合理的な直感によって、全能の創造主が存在するというように促されます。この合理的な直感を否定する者、創造主を否定する者は、証拠を要求するものであって、それを証明するものではないのです。このまばゆいばかりのエレガントな世界では、証拠を求めるのは無神論者であり、信者ではありません。不可知論者の無神論者カール・セーガンはかつて、コンタクトという小説を書き、その中で科学者たちが地球外知的生命体をどのように探索しているかを語った。架空の小説の中で、科学者たちは宇宙からやってきた長い素数列を発見しました。この最初のシーケンスは特定の数学的値、つまり正誤の種類を示す値を表すため、これは彼らがこのメッセージが渡した値と通信しようとしている別の文明から来ていると結論づけるのに、十分な精神的証拠でした。面白いのは、カール・セーガンは有名な不可知論者ですが、彼の心は、小さなメッセージの複雑さと秩序が創造と熟達の証拠であるという事実を受け入れていることです。巨大な文明の存在を裏付ける一連の素数。あなたの身体の各細胞内にある40億の文字があり、そのうちの一文字が乱れると第三次が起こる可能性があるとどうやって考えますか。このすべての熟練が非論理的な無神論的な癖のせいだとどうやって考えますか。創造主を示す文脈内での現象の解釈を妨げるために回避策に訴えることは、いかなる意味でも合理的ではありません。101数来、ヌス。